こんにちは、上野ありさです。今日も月に1回の Q&A をやっていきたいと思います。なんかね、それもマジでわかんないよ。もうやだ、本当に思い出したくない。ママごめんね。人間って怖いよね。慣れちゃう子供欲しいなって私も思うし、ファッションがもうないかもね。インスタでね、募集してるんだけど、質問をピックアップしていきます。もう梅雨入っちゃってさ、毎日天気が悪くて本当に嫌になっちゃう。はい、ではスタート。身長教えてください。162から3ぐらいです。眉毛はどこでどうやってやられてますか？いつも眉毛決まらなくて困ってますということなんですけど、眉毛は染める時はイズムで髪と一緒にブリーチしない程度に明るくしてもらって、なんかちょっとここ変だね。けど何年前 4,5 年前ぐらいかなにアイブロウのタトゥーを入れて、もう若干まだでも残ってんだよね。けどもう今とか眉毛の形変えたくてももうこれ以外変えられないから、タトゥー入ってるからすっぴんがマシになると化粧が楽になるからやってはよかったけど、最近とか薄い眉毛とかが流行ったりとかさ、細い眉毛とか流行ってるからコンシーラーとか使わなきゃなのかなみたいな感じだけど、だからあんまりただある形に沿って穴を埋めるぐらいしか描いたりとかもしてないです。アリサさん、中学生の頃から好きでずっと見てます。ありがとうございます。雑誌に出るようになったきっかけありますか？私は高校2年の時に私立のエスカレーターの学校から都立の高校に編入して、その前の私立のエスカレーターの学校がすごい厳しくて芸能活動とか禁止で都立に行った時に、最初は埼玉でなんかそのギャルのサークルみたいなののイベントがあって、それの友達が出るからって言って遊びに行った時にラン好きにスナップを取られて、でそっからなんか後日そのアンケートみたいなの書いたやつの電話番号かなんかにラン好きの編集部の人から電話が来て、なんかよかったら専属モデルやりませんかみたいなで編集部に行って最初出るようになったのがきっかけかな。こういう話そういえば今話すまで忘れてたけど、そうだね、それが最初の雑誌に出るきっかけだったかも。6年くらい彼氏なしの24歳です。アリサさんはどうやって恋愛モードに持っていきましたか？私恋愛はしてたな。なんか好きな人はいたりとかしたかな。だから恋愛モードに持っていくっていうよりは別にただなんか、あとなんか仮にじゃあ向こうから来てもらってもやっぱ付き合うってことに対しての壁がでかすぎて、私の中で今思えばもっとカジュアルに付き合ってもよかったんだろうなって感じだけど、付き合うだから一回そういう付き合ったりとかしてればもっと軽々しく付き合えたのかもしれないけど、付き合うってことがなんかゴールみたいな風に私は若い時は捉えてたから、付き合った人数とかは少ないけど別に恋愛モードじゃなかったわけじゃないから、でもなんか今自分がそういうモードじゃないんだったら無理にそこに持ってく必要はない気がします。はい、マイルズさんと一緒に家にいる時ずっとお話ししてますか？私たち夫婦は無言のことが多いです。笑いということで、そうだね、うちらも無言のことも多いけど基本何かトピックを喋ってるっていうより、例えばお互い違うことしてて、で自分が見てるその携帯のなんかをねえねえこれ見てとか、あとなんとかかんとかなんだってとか、なんかそういうもしょうもない話しかしてない。ちゃんと座って会話をするとかないかもね、もしかしたら。そう言われてみたら。アリサちゃんもう DJ しないんですか？アリサちゃんの DJ 久々に聞きに行きたいですということなんですけど、ありがとうございます。そう、クラブの DJ はもうほぼほぼやっていなくて、別にやめたっていうよりはコロナ禍で私がもう一切クラブに行かなかったし、DJ のブッキングとかもなかったし、あってもクラブとかだとちょっと今はっていうのでお断りしたりしてて、そういうので減っていって、でコロナ明けてからはイベント系、そのファッションとかビューティーとかのブランドさんのイベントでの DJ はまださせていただいてるんですけど、クラブ DJ っていうのはなかなかねやってなくて、でも今度大阪でのホテルでやるんだけど、それみんなが来れるやつなのかな。でもあと私がもう回すジャンルもハウスなのでクラブもね限られるから、2時台の音楽じゃないからさ今やってるのがだからそこかな。でももしあったらインスタとかでも告知するのでぜひぜひいらしてください。英語の勉強はもう特にやってませんか？何か英語のためにやってることあったら教えてください。私ももう英語伸びてないね、全然。なんか伸びてんのかな。なんか英語の伸びとかってさあんま実感ができないっていうか、昔から分かった気でいたし、ただ
拾えない会話とかが減ったっていうのはあるかな。けどやっぱりなんか聞くつもりじゃないと聞けないというかさじゃあ英語でバーってテレビ流れてたり会話とかしてても、日本語って嫌でも耳に入ってくるけど、英語ってんってこう聞かないと言葉として私は脳が認識しなくて、でこの間とかもインティミッシミで全員外国人でずっと3食ご飯みたいな、そことかもなんかみんなで喋ってはいるんだけど、やっぱ1対1の会話とかだと全然スムーズだけど、大人数が喋ってると私も聞いてるだけで別に入りもしないし、なんかそこが人柄も変わるよね。やっぱ日本語母国語と英語第二カ国語だとみんなそれは言うんだけど、その話もその子たちとしててやっぱ違うよねっていうのを話してたんだけど、勉強とかはもう特にやってないね。けど分かんない言葉とか分かんない単語とかがあったらすぐ調べるし、未だに。あとなんか英語喋りたい欲がもうないかもなんかある程度喋れるようになったし、別に問題なく多分暮らせるし、病気とかなったら大変だけど、そしたらマイルズいるし、パッションがもうないかもね。だから使えりゃいいやみたいな感じになっちゃってるから勉強してないのもあるかも。カラコンしてますか？最近はしてません。たまにイベントとかパーティーの時はItアイツ、私がプロデュースしてるカラコンを使うんだけど、もうそれも廃盤なので在庫限りなんだよね。だから気になる方はぜひぜひウェブももうないのかな、見てみてください。土入りもあります。お気に入りのセッティングスプレーを教えてほしいです。最近のお気に入りはね、これメイクアップフォーエバーの大きいのもあるんだけど、これ今ちょうど旅行用のポーチに入ってたメイクアップフォーエバーのフィックスミスト、これめっちゃいい。海外次どこに行きますか？ニューヨークに行く予定です。トレーニングウェアはどこがおすすめですか？やっぱり私はナイキに絶大な信頼があるので、ナイキのウェアを基本は着てます。ピラティスの時とかも基本ナイキだし、運動する時は絶対にスポブラをつけるようにしてて、週1にはナイキのウェアを着てますね。あまり美容医療をしているイメージがないのですが、そんなにピカピカなお肌なのはなんでですか？ありがとうございます。これはもう遺伝子ですね、多分否定しないっていう。いや、すごい私はお肌は綺麗だと思う。確かに自分でも別になんかいつも言うんだけど、それはいや全然汚いボロボロですとか、もうボロボロな日もあるし、自分の中のポテンシャルを知ってるから今日はボロボロとか、今日も超ファンデのノリ悪いんだけどとかいうのはあるけど、総じて確かにそうだよね。私の肌綺麗だよねって思ってるので、だからそうなんだよ。だから変に逆にやらない。なんだろう、もちろんじゃあこれでポテンツァやったらもっと綺麗になるかもとか、あの子みたいなあんなツヤ肌になれるかもとか、いろんなことは思うけど、自分の肌悩みもしっかりあるけど、もう変にやらないようにしてる。だから美容医療はあんまりやらないし、シミ取りぐらいだね。シミがもうすんごいからどんどん増えてきちゃうの。また増えたの、また増えたから、シミ取りはやるけど特にやってないね。けどお肌は確かに自信があります。一番なんか若く見えるためにしなきゃいけないのはやっぱ肌とリフトアップだから頑張ってます。アリサさんって反抗期ありましたか？あったし、あった。もうやだ、本当に思い出したくない。ママごめんねって感じだし、未だにちょっと反抗期を引きずってるわけじゃないけど、なんかママとはめっちゃ仲いいんだけど、距離感がね分かんない時があるかな、家族に対してとか。けど反抗期はあったね。でもウェーとかそんなんじゃないけど、なんていうの、普通に反抗期はあったけど、すっごい理解のある母親なので、基本私が言ったことに、もちろんダメなことはダメだけど、応援してくれたりこう自由にさせてくれてたからって感じかな。一人旅の経験はあるけど、私出張が多くて、出張一人も多いし、それはフィグの元々のお洋服のブランドもそうだし、あと普通にブランドさんのブランドトリップとかプレスツアーとかでも一人で飛ばされることとかも全然あるし、基本一人で海外は平気だけど、やっぱ楽しめないよね。楽しいけど、もちろん日本にいるよりは楽しいかもしれないけど、やっぱなんか友達と行ったりとか彼氏旦那と行ったりとかの方が絶対的に旅行は私は楽しいと思うから、そもそもそんな一人が好きじゃないし、だからといってずっと人といたいっていうわけでもないんだけど、別に一人旅出張ぐらいかな。
もしもどこかで会えたら声かけていいですか？一緒に写真は NG ですか？基本私は OK です声かけてくれるのはもちろん OK で、写真も友達とかといなければ全然、友達といたらサッとだったらあれだけど、基本的に撮ってます。すっぴんでも全然撮っちゃう。そうだ、コーヒーについてソイからオーツに変えた理由を詳しく知りたいです。いやマジでね、なんかねそれもマジでわかんないんだよ。だって調べたらソイはいいって言うんだから、女性系に良くないみたいな。それ確かに男性なんだよな。男性の生殖器にあんまりソイがよく、だからソイプロテインとかも良くないとか、だから女性関係ないんだと思うんだけど、なんとなくオーツにしてみたんだけど、オーツ高いんだよ、ソイより。だからなんか毎回オーツ高いじゃんって思いながらも、でもオーツうまいのよね。だからオーツも例えばイエローとかのオーツは美味しいんだけど、鳥みたいな、鳥人間みたいなのが書いてあるオーツはすごい美味しくて高いの、その代わり。けど安めのオーツだと味があんまり美味しくなくて、だからカフェによってソイにしたりオーツにしたりしてます。アリサちゃんが自己肯定感を高めるために心がけていることがあれば教えてくださいということなんですけど、自己肯定感強いよね私ねでもなんだろう、だって自分でしか自分の機嫌を取れないし、自分だけじゃん絶対的な味方なんて、自分の。だから味方でいられる自分でいるようには心がけてて、なんだろう、だから人に恥じないことをするっていう、だから自分に恥じないことをするみたいなことはすごい心がけてて、ちょっとでも自分がこんなことをしてしまったみたいなことを思うと、その要素ってやっぱ内から出てくるし、そんなことしてるやつを、だから基本的にもう全部自分軸、なんか自分を裏切っちゃダメだとか、もう人のことと考えてない、全部この中で完結して、この中で戦ってるんだけど、別に恥じない行動行いをしていれば自己肯定感で高くなると思う。だって私はこういう人間だし、こんなに素敵なこともできるし、こんなに素敵なことをする人なんだからみたいな感じかな。なんか言葉でうまく説明するのが難しいっていうか、私今日気圧で頭が起きてないからちょっとあれなんだけど、そうだね、だからここの中でこう考えることかな。うまく伝わっているのでしょうか。今行きたい国はどこですか？アリサちゃん大好きです。ありがとうございます。私は今ハネムーンにアフリカに行きたくて、タンザニアとかに行きたいんだけど、ラグジュアリー系の宿を探しててさ、なんかもしおすすめがあったら教えてほしいんだよね。ハネムーンだからラグジュアリーなところに泊まりたいし、アフリカでサファリツアーも行きたいし、それを探してるから、もしよかったら教えてください私からの質問おすすめのお香を教えてください。スタジオザブルーボーイというこちらの、お香もすごくおすすめだし、あとはアスティエのお香もすごくおすすめ。私はパレスデ東京パレスデ東京やつが一番好きで、あと暖炉もすごくいいです。そんな感じかな、私の好きでよく使ってる香水すごい可愛い質問。お洗濯ってどうやってますか？ T シャツとかも乾燥機入れちゃいますか？入れない。私入れてたんだけど、マイルズが絶対それダメだから、洗濯は結構マイルズがうるさいからマイルズがやったりすることも多いんだけど、白と色物は絶対分けるし、乾燥機と外ってか干すやつは分けるし、天気良ければ外に干すけど、浴室乾燥の方がね乾くし早いしいいんだけど、電気代もったいないってやっぱ思っちゃうの。だから晴れの日とかは外に干すようにしてるけど、最近とかなんか黄砂がどうだとかさあったから浴室乾燥してるけど、だから浴室乾燥の時とかは結局8時間ぐらい乾燥を回すから、浴室のね乾燥の時回すから2回は洗濯機回す、もったいないからだからもう乾燥機にT シャツとかはパジャマとタオルと靴下パンツしか乾燥機はいらないから、暑くなっちゃった。これね、アリサちゃんはマイルズさんとの時間がぐっと減るの寂しくないですか？子供欲しい気持ちと2人きりの時間がぐっと減るとなると寂しくてなかなか踏み出せないということなんですけど、わかる。私もそれすごい思ってたけど、もうそれはないかも付き合って5年ぐらいはでも子供ができたら、子供欲しいけど子供ができたらこの2人の時間もなくなってしまうのねみたいな
2人でいたい、ずっと2人でいたいみたいな思ってたけど、もうないかもな。2人の時間は老後でも作れるし、ぶっちゃけこの時間の速さ、時間の流れの速さで子供がさ20年ぐらい育てるとしてもさ、親いなくてもどうにかなっちゃっていくのなんてさ、14、15年じゃん。で14、15年ってマイルズと私が付き合った倍もないのよ。8年半今倍もないわけって考えるとさ、秒やんってなったらマジで急がなきゃってもっとより思うし、あと埋める埋めないとかさ、子供ができるできないっていうのもわからないから、もちろん2人の時間も大事だけど、それって工夫すればどうにかなるし、14、15年後に子供が手を離れてからいくらだって2人でもう子供がそばにいてほしくたって出てっちゃうんだから、まあ、考え方だよね。この人と一生添えるって思ってるんだったら今じゃなくて、別に逆にさ、子供がいないから分かんないけどさ、子供ってすごい愛おしい存在でみんな大好きじゃん。その自分の子供のことみんな大好きじゃん。でなんか私が親に対して思うのは、私32の時の子なの。だからもしママが22の時私のこと産んでたら、ママがあと10歳若くてママの余命に対して10年プラスで一緒に過ごせるんだって思った時に、ママがもっと早く産んでくれればって思ったのね。けどそれって親もしかりだと思うの。自分が親になったら自分の子供をもっと早く産んどけばあと10年一緒に過ごせたとかってなるわけじゃん。だからなんか私はそれを昔から思ってて、ママが若ければよかったのにってすごい思うのは、もし10歳若かったらさ、私が今43になってってママが今の年齢ってさ、だいぶ違うじゃん。だからなおさら早く子供欲しいなって私も思うし、結局今旦那さんのことが大事だけど、旦那さんと子供ができたら多分子供の方が大事になるはずじゃん。なんかみんなそれを言うから、もちろん比べるようなものではないけど、だからその子供と1年でも2年でも長く一緒に過ごせてよかった、あの時1年2年グダグダしないでってきっと思う日が来るから、産んじゃいましょう。作っちゃいましょう。はい、じゃああと2問ぐらいかな。なぜそんなに腹筋割れてるんですか？ゴリゴリ筋トレではなかったので気になりました。腹筋はね、割れているっていうよりこれ形なんだよね。こういう形、なんか線が入ってんの、縦に。ラッキー、マジで。全然腹筋割れてないし、腹筋も強くないんだけど、腹筋いっぱいできるわけじゃないし。けど縦にこのお腹に対してこうおへその横に線が入ってる形してんの。だから上から見ると、お腹が上から見るとこういう形になってんだよね。台形みたいな。それだけの話ですあ、いつもアイライナーかっこいいなって見てます。おすすめのアイライナーとメイク教えてください。アイライナーはこのウォン・ジョンヨ先生のアイライナーの2番を使ってて、すっごい描きやすいし売れないし、これおすすめです。これをねまた買い足しただけど、まあ基本目尻この辺黒目の終わりぐらいから上げて描いて、で目頭にちょっともうさ、みんなこの石灰ラインめっちゃ慣れたでしょ。あ、終わっちゃった。これがなくなったら逆になんか変なっていう顔になるから。人間って怖いよね。慣れちゃうんだから。最初これやった時やばいウケるとか言って動画も多分撮ってたんだけど、逆に今これないと化粧が完成しないような感じになっちゃう。やばー。はい、じゃああと1問。じゃあ最後の質問は、動画の撮影は何のカメラを使ってますかということなんですけど、こちらのカメラは Canon G7X の Mark3 でございます。早く Mark4 が出ないかと待ちわびているんですが、出ませんかね、キャノンさん。ソニーと迷ってキャノン、やっぱキャノンが使い勝手がいいかな。手ぶれがしないんだよね。あとずっと昔からこの G7X の Mark2 をずっと使ってたので、こればっか使ってます。はい、ということで今日はちょっとね気圧で元気ないテンション低めの動画になってしまったんですけど、質問くれた皆さんありがとうございます。そして拾えなかった皆さんごめんなさい。また次回お待ちしてます。月に1回やってるのでね、ぜひぜひ送ってください。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。